リッキータロットリッキーです。今回はですね、スマホ文化が人を悟りへと導くというお題でお話をしたいと思います。おおよそ便利さと極端な合理化の中で、私たちはいわゆる悟りといった境地から遠ざかっていると思われるわけですが、またヨガや瞑想、禅や仏教などに興味を持たれている方でなければ、そもそも悟りなど求めちゃいないわけなんですけれども、あふれる物質の中で、物質的喜びの中で生涯を終えられればハッピーなんだ、そう信じてやまない人々が大多数だと存じますが、まあそれはそれで一つの境地なのでありますけれども、しかしですね、皮肉なことに霊性を高めるとか霊格を高めるとかね、霊性を求めるとかいう行為におおよそ無縁無頓着な人たちが面白いことに下脱へと向かっているのではないかと、悟りへと向かっているのではないかという節があることに気づいたんですね。まずですね、Augmented Reality、拡張現実世界というやつですね。もう今現在の社会のことです。まだまだフルバーチャルの世界、例えばかつて一世を風靡した映画マトリックスのような世界は、まだしばらくね、ほど遠いとは思うわけなんですけれども、今現時点でも皆さんは聞いたことがあると思うんですが、リア充なんていう言葉がございますよね。リア充。これはリアルが、現実が、つまり実生活が充実している人たちのことをリア充って言うんですよ。だけど、もうなんか、この言葉の存在自体が逆行している。もしくは逆転している。そもそも何と比べて、何を基準にしてリアルが充実しているのか。その比べているものっていうのは、これはバーチャルに他ならないんですよね。仮想の世界と比べてリアルが充実していることをリア充と言っている。仮想空間の世界観と比較して、いちいち現実を充実しているという必要性が今現時点でもう出てきているということなんですね。またこのバーチャルの世界っていうのが魅惑な世界で、物質世界と遜色ない快楽、喜びが得られるんですね。ある意味リアルな物質世界で快楽や喜びを追求するよりも、それと遜色ない喜び、そして快楽が得られるバーチャルの方が、全く都合がいいわけなんですね。ここ数年はコロナ禍で人との距離感も変わり、人と接触することが非常に億劫な状況になっていたと。今一旦ね、コロナは落ち着いてますけれども、一つのプロトタイプとして、いつ何時またコロナのような、もしくはコロナ以上の流感が流行るかもしれない、そういうこともあるだろうという中で、とにかくもう現実の世界よりバーチャルの世界の方が逆転しちゃってるんですね。先ほど言いました映画マトリックスのような状態、80年代は夢落ち禁止なんていうね、もう夢落ちも最後全て夢だったみたいな、オチはなしみたいなさ、そういう時代でしたけれども、小説とか読んでね、アニメとかずっと見続けて、最後のそのオチが夢落ちみたいなさ、一回2回はそれはいいなと思うんだけど、猫も杓子もなんか最後も夢落ちに持ってけみたいなね、
時なんかそういう風潮もあったんだけどもね、夢落ち禁止みたいな。で、今現時点でもうバーチャルの世界がリアルな世界より優位に立ってしまっている中で、私たちは自分たちのリアルな肉体、魂の器である現世一代の自分の器、心の器、魂の器である肉体を軽んじ始めてるんですね。悟りや下脱というのは、形あるもの皆全て滅びると。諸行無常で。肉体っていう器はいずれ滅びてしまうと。肉体に対する執着を超えることがね、超越することが、悟りであると。これが全てだとは言わないけど、一つの重要なテーマである。よほど現世にすがりつくエネジーを持っている道教でも、やはり肉体超越というのは道教の瞑想でも非常に必要なものだと思います。悟りを得るのに肉体を超越しなくてはいけない。肉体にいつまでもすがりついていてはいけない。しかしこのことが非常に難しいわけなんですよね。やっぱり自分の体が愛おしい、捨てきれない、執着したい、この現世に執着したいっていうね、意識はものすごく働く。だから厳しい修行をして自分の肉体が滅ぶことをまず受け入れね、そしてそれを超えた先にある、光の存在みたいなものに到達することが悟りであり下脱であり、だけれども昨今、おおよそ別に悟りとかを求めてるわけではないんだけれども、実のところ物質世界と遜色ない快楽喜びが得られるから、ただバーチャルの世界に没頭してるだけなんだけれども、その過程で己のリアルな肉体を意識の上でね、もうすでに超越しかかってる人たちが増えているのではないかと。だから人生積んだらゲームオーバーみたいなね、サクサクっと、なんかそういう意識みたいなもの、図らずも現世に対する、もっと言えば物質に対する執着が薄れていっている。でもっと言えば薄れていっているということは、もっと言えば図らずも超越 しようとしている流れの中にある。そう感じるんですね。もう四六時中スマホを覗き込んでね、朝の通勤時間もとより休み時間もそうだし、食事中もそうだし、そしてテレビ見ててもスマホ見ながらテレビ見てたり、恋人と会ってデートしててもお互いにスマホ見てたりと、もうスマホに没頭し通しなんだよね。バーチャルな空間に。もう物質なんて関係ねえよ。物質的世界の喜びや快感なんていうのはね、快楽なんていうものはもう必要ねえよって言わんばかりにね。こういう流れが非常に私は興味深いなと思って見てるんですね。通常本当に厳しい修行をして現世一代の肉体に対する執着を克服していく修行の中でね、それが、本当に結構多くの人間がもうすでに本当に下脱しかかってんじゃないかと、己の肉体を超越しかかってんじゃないかって勢いで、スマホ文化の中で人は悟りへと向かっている、なんかそういう面白い流れにちょっと気づいています。そしてもう一つ気になるのがスマホ認知症。これも変な言葉でしょ。スマホ認知症ってなんだよっていうね。これね、あまりにも情報を入れすぎちゃってもう整理整頓ができないと。もう四六時中スマホ、パソコンだったり、スマホだよね今はね。スマホで自分の頭に情報を入れ続けてると、もうダダ入りなんですよ、情報が四六時中で。入った情報っていうのは一旦自分の中で整理整頓してしっかり使いこなせるようになってからアウトプットしていく、理路整然としてからアウトプットすることによって初めて、情報という道具をしっかり使いこなすことができる。情報を血となり肉となり骨となるレベルで使いこなすことができる。ここまでいって初めて
完了なんだけれども、今はもうあらゆる情報、自分が気になったこと、少しでも興味持ったことをどんどん入れ込むことができる、インプットすることができる。大量の情報がもうダダ入りなんですね。でそれをもう整理整頓できないままもうダダ漏れしていっている。でこのダダ漏れっていうのもアウトプットしようと思ってダダ漏れしてるんじゃないですよ。もう自分の中に収まりきらないからそのまま出てっちゃうんですね。つまり忘れちゃうんですよ。でこれがいわゆるスマホ認知症で、だけどこの現象も面白いことに一つ悟りの気配がするんですね。我々はいわばね、現実にあらゆる情報、大量の情報が自分の中にインプットされると。で現実にそれがもうほぼダダ漏れでアウトプットされてしまっている状態にあると。でいわば私たちは認知症の状態にあると。でこの状態どういうことかっていうと、いわばもう自分の脳であらゆる情報を記憶しておく必要がありませんよっていうことなのね。自分の脳に情報を留めておく必要がありませんよっていうことなんですよ。だってそうじゃないですか。Google 先生に聞けばいつだって答えてくれるんだから。Google 先生っていう巨大な脳がいつでも記憶していてくれるんですよ。気になった時に調べて情報を引き出せばいい。今でこそまだスマホって言って、ね、手のひらの上で操作してるけれども、そのうちサングラスの裏側とかさ、メガネの裏側とか、ひょっとしたらもう体内に埋め込まれちゃうかもしれないよね。目に入れるとか、脳に直接アクセスできるような新しいコンピューターの形みたいなもの出てくるかもしれない。もうそうなってくると、自分の脳にいちいち情報を留めておく必要がないんですね。でここに私は悟りの気配がするんですよ。我々はもともとは光の存在である、星の気質である。そして誕生の瞬間に現世一代仕様の肉体という器を私たちは授けられる。ね。そして星由来の気質と肉体由来の気質が相まって己の自我というものを形成すると。ここで自我境界線みたいな、他者と自分との区別っていうのができてくるのね。光の存在であるうちは、肉体をもらう前の光の存在であるうちは、いわば宇宙と同一なんですよね。だけれども肉体に私たちが光としてこう宿った時に初めて自我っていうものが生まれてくる。ね。でそこでスマホ認知症の状態だけれども、今私たちはもう自分の脳に情報を留めておく必要がない。なぜなら Google 先生という巨大な脳があらゆる情報を留めておいてくれるからと。この Google 先生というのは宇宙、もっと言えば宇宙にあるアカシックレコードのような、疑似アカシックレコードのような存在で、私たちはそのアカシックレコードである Google 先生にいつでもアクセスできる状態にあるんですよ。図らずも自己と他者の境界線を私たちは取っ払いね、肉体を持ちながらかつ光の存在である、自分は宇宙の一部なんですよと、肉体を超越した存在なんですよというようなあり方を図らずもね達成しているような状態にあるとも言えるんですね。このスマホ認知症、このスマホ認知症という、けったいな言葉なんですけど、
変な言葉なんですけど、スマホで認知症なんていうのは。矛盾に溢れた言葉だけれども、なんかこのスマホ認知症の陰にもなんかこう悟りの匂いがする。肉体超越の匂いがする。面白いんですよね。だからこの変な流れが。先ほど言いましたけど、バーチャルの世界って物質の世界と遜色ない喜びと快楽がある。没頭できる。人を垂らし込める。人を引きつけてやまない。魅力に溢れている。おおよそ悟りとか下脱のための修行とは程遠い世界なんだよね。だけどそれに盲信的に没頭していく最中で、私たち現代人は己の肉体を超越せんとしているわけなんですよね。大体ね、ハリウッド映画が描いているようなことはね、うん何十年後に現実になるんですよね。だからマトリックスの世界もいずれ本当にああなるんじゃないかなっていうね。夢落ちなんていうのはね、今時ベタもベタで今更っていう感じもするかもしれないけど、私たちは今その夢落ちに向かって動き始めているんじゃないでしょうか。